はじめましての方もこんばんは。人生初の虫歯を味わって眠れない男ゆちです。最近揚げ物を食べていた時に歯がしみると感じた時に、これはなんかおかしいぞと思い歯医者に行ったら虫歯でした。虫歯と言ったらドリルを当ててむちゃくちゃ痛いイメージがあったのですが、麻酔もなくいつの間にか終わっていました。もっと来いよなんて M の心が騒いだのは医者には秘密です。このチャンネルでは僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。さて、今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るプラモはブロッカーズのフィオーレアキレアです。今回はしっかり予約をしてきたので、エクウスと予約の特典がついてきています。もう始める前から色々とてんこ盛りになっていますが、まずは美少女のアキレアをニッパーでパーツを切り離し、組み上げます。組み上げるとこんな感じ。さすがボークス。スレンダーでいい体だ。なんといってもこのお腹と胸元がピンクなのがいいですね。これで少しセクシーな感じが増して一気にいい感じになっている気がします。そしてこのビプラの稼働で注目してほしいのが腕。腕はビプラでは珍しく二重関節になっているんですよ。その他の可動域もとても素晴らしく、大きく動かすことができ、いろいろなポーズを楽しむことができます。さらにこのプラモで注目してほしいところは、他の美少女プラモではあまり見ない独特なデザイン。特に違いが出ているのは足です。このハイヒールのデザインもとてもいいですよね。さらに太ももなんかも見てほしい。太ももも他の美少女プラモと違い、肉付きが違い、肉付きがはっきりしたプロポーションになっています。控えめに言って最高だ。さて、ここで付け替えパーツを見ていきましょう。手の付け替えパーツはそれぞれ4種類。顔は何も描いていない顔と表情が入っている顔で、それぞれ4種類あります。そしてアキレアにつく装甲パーツ類たちです。この装甲パーツたちをアキレアに取り付けるとこんな感じ。このプロポーションですよ。とても凛々しい騎士って感じですよね。さらに騎士っぽい風貌なのに武器が鈍器なのが僕のツボですね。この状態で色々と装甲はつきましたが、稼働の邪魔になったりすることはあまりなく、先ほどと同じく大きく動かすことができます。そしてこの状態で注目してほしいのがこのマント。このマントのせいで色々とポージングの邪魔になったりするかもしれないと思っていたのですが、このように多重関節になっていたり、根元にも関節が仕込まれており、邪魔にならず、さらにかっこよくマウントさせることができます。手は残念ながらこのままでは武器を握ることができず、握るために中央に武器を握るため用のジョイントを差し込み、武器を握るようにします。ちなみにアキレアに付属している武器はこのメイスのみ。飛び道具なんかはなく、本当に騎士らしくとてもいい感じですね。そしてこのアキレアの膝パーツは2種類あり、お好みで付け替えが可能です。付け替えた膝パーツがこんな感じ。個人的にはこちらの膝パーツが好みではある。やはりアーマーパーツをつけても膝立ちポーズができるのはとてもいいですね。最後にこのアキレアでここはちょっとどうなのっていうところを見てみます。それがこの腰パーツです。前から見たらとてもフィットしてていい感じなのですが、後ろから見ると結構隙間が空いているんですよね。そして何よりもポージングをしているとこの腰が結構取れやすいんです。唯一このキットでの欠点かなと思いました。さて、ざっくりアキレアの方の紹介はこんな感じ。次にエクウスです。ちなみにエクウスはアキレアと別売です。気をつけてください。さあ、エクウスも組み上げて一気に立たせるとこんな感じ。なんでしょうね。少し細さを感じるのですが、やはりごつい感じがします。一言で言うと奇形ですね。ですがブロッカーズのフィオーレと一緒に出てくるメカは割と奇形が多いので、もうこんなことで僕は驚かないよ。それにしてもこのエクウスも尖ったデザインでとてもいいですね。ですがこのエクウスには問題点があります。なんといっても関節が独特すぎて動かしづらい。さらに股や肩関節には開くための関節がないため、ポージングにとても手こずります。しかし悪いことばかりではなく手の作り込みがすごいです。
なんと指を一本一本動かすことができます。ですが、手はアキレアと同じく武器を握るのが難しいので、手のひらに関節を仕込み、持たせるような形になっております。ちなみにエクウスについてくる武器はこのハルバートとランスになります。さらに、エクウスの肩についているクリアパーツを取り外し、専用の関節を使い、組み替えると、アキレア用の盾になります。ちなみに、二人を並べるとこんな感じ。なかなかなアンバランスな二人ですね。だが、ここからが本番。このアンバランスな二人をドッキングさせていきます。まず、エクウスを四足歩行に変形させ、次に、アキレアを正座しているような感じに変形させたら、2体を融合。これが、2人の最終進化、ユニコーンモードの変形。あんなにアンバランスな2人だったが、融合させることにより、この2人はとてもかっこよくなる。さらに、融合の効果により、エクウスの微妙な感じの関節が、すごい躍動感のあるポージングが決まるようになる。さっきまであんなにエクウスにポージングに悩まされていたのですが、この動かしづらさはこのためにあったんだと納得しましたよ。さらに、エクウスの方に付属しているこのちょっとした関節を使うことにより、武器も融合することが可能になる。この武器は重すぎるため、腰のこのバッテン印の関節のところにはめ込み、武器を体で支えポージングしていきます。ポージングさせるとこんな感じだ。この大きさは、デンドロビウムを思い出してしまう。それぐらい大きくなってしまうため、融合召喚は計画的にな。さて、2体が揃うと最高のかっこよさを発揮することがお分かりいただけただろう。しつこいようですが、エクウスは別売です。気をつけてください。さて、僕なりのレビューは以上です。このプラモは発売前からエヴァ2号機風に塗ろうと決めていたので、今日はこいつをエヴァ2号機っぽくかっこよく仕上げていこうと思います。でも、その前に気になる部分の下処理をしていきましょう。では行こう。さあ、まずは何と言ってもこの外れやすい腰パーツをどうにかします。同友者のパーツセパレーターを使い、お腹周りのパーツを一度分解。中のポリキャップを取り出したら、関節に接着剤がつかないように、関節の先端にアロンアルファを塗り、先ほど取り出したポリキャップをがっちり固定します。これでポージングをしている時に腰パーツが急に外れたりすることはなくなります。続いてミスターセメント SP を使って太ももなどの合わせ目処理をします。今回の太ももの合わせ目処理はちょっと厄介です。とりあえずいつも通り消したい合わせ目の部分にミスターセメント溶剤を流し込み、両サイドを強く押さえつけ、中から出てきた溶剤をよく乾燥させたら、スポンジヤスリ800番から1000番で表面を慣らしていきます。そして、いつも通りに合わせ目処理をすると、この太ももパーツの装甲をはめることができません。そんな時の後はめ加工として、内側のダボ軸を3分の2ほどカットします。そうすることにより、合わせ目処理をした後でも簡単にはめることができる後はめ加工の完成です。さらに腕の内側や足の内側で、なかなか合わせ目処理がうまくいかないよ、なんていうところには、少し棒ヤスリなどで段差を整え、スポンジヤスリで表面を慣らします。その後、ポリエステルパテを使って、細かい段差を埋めていきます。あとはよく乾燥させたら表面を整えます。整えたのがこんな感じ。この後、塗る前に一度サーフェーサーで段差がないかを最終チェックしていきます。次に少し丸まっている部分を棒ヤスリで尖らせていきます。今回はクリアパーツをクリアとして活かさないので、ガンガン削って尖らせていきます。そしてプラモの宿命パーティングラインには、デザインナイフを使って一度カンナ掛け、ある程度削ることができたら、スポンジヤスリで表面を整えます。そうすることにより、パーティングラインで気になっていたところは、綺麗に仕上げることができます。そして微妙に気になる肉抜き穴の部分には、タミヤエポキシ造形パテを使って穴を埋めていきます。よく乾燥させたらある程度は棒ヤスリなどでざっくり削り、その後面が細かいスポンジヤスリなどで仕上げていきます。続いてウェーブのタガネ、
0.2mm のタガネを使ってモールドが少し浅いところを彫り直して後で墨入れをしやすくします。筋彫りをした部分は少しバリが出てしまうのでヤスリで表面を整えます。そしてたまに本当に浅いモールドの部分があります。そんなところを 0.2mm でいきなりモールドを彫ると線がガタガタになってしまうので、そんなところには一度デザインナイフで刃を入れ、その後 0.2mm のタガネで彫り直していきます。仕上げに 0.3mm のタガネで 2,3 回彫り直してあげれば綺麗に仕上がります。そして最後にちゃんとヤスリがけはしましょう。これで大体の下処理は終了。一度細かい塵やゴミを洗い流し、よく乾燥させたら塗装の方行きますよ。まずはシャドウプライマーを全体に塗って塗装の食いつきを良くさせます。そしたら次にミスターフィニッシングサーフェイサーを使って関節や武器パーツ以外全てを灰色に染め上げます。腕や足にはローズディープレッドを使って赤いスーツに染め上げます。胸パーツは赤色に染め上げる前にエバーグリーン02を使って V 字の部分を緑色に染め上げます。そしてお腹周りなどにはエバレット06を下地にし、エバーオレンジ08を使って肉質を出します。その後一度クリアのトップコートを吹き、ローズディープレッドで影を落としたら真っ赤になってしまうので、このお腹周りに100均のキャンドゥで買ってきたメラミンスポンジを使って塗りすぎてしまった影をこすり取ります。これをやることにより下のハイライトが浮き出てきていい肉質のお腹周りの完成だ。さらにローズディープレッドにマザーパープルとピュアブラックを混ぜ、少し暗めの赤を塗り分けていきます。一部胴体の装甲や手の甲にはピュアホワイトとマザーパープルを少し足したホワイトで白装甲を塗ります。メカの方の装甲の赤にはエバーレッド06にマザーパープルを少し足して塗ります。黄色のパーツにはエバーイエロー07とエバーオレンジ08を少し足して程よい黄色で塗ります。背中の骨みたいなパーツや指にはミスターメタルカラーアイアンを使います。そして関節や武器パーツにはミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを使って真っ黒に染め上げます。アキレアの腕や肩の装甲パーツにはジャーマングレーを塗ります。エクースのブースター周りには一度スターブライトシルバーを塗り、その後クリアレッドで色付けします。ブースターや関節にはスターブライトアイアンを使ってメタリックに染め上げます。マントの先端にはパールカッパーを使って金色に染め上げます。そういえば皆さんは新劇場版エヴァンゲリオンは見ましたか？僕はこれを作りながら一気見しました。皆さんはどのシーンが好きでしたか？僕は自分の意思でシンジ君がエヴァンゲリオンに乗りますって言った瞬間が一番好きでした。そして大体塗装がざっくり終わったら、この日版のマスキングプッシュカットを使ってパーツのマスキングをします。このツール使い方は簡単。下のレバーで長さを調整し、上のボタンでマスキングをカット。あとはパーツにマスキングをしていきます。このマスキングをする作業によって仕上がりがさらに良くなります。だいたいマスキングしたやつらがこんな感じ。いつの間にかすごいマスキングの量になっておりました。そしてこいつらに塗り分け塗装を施したらマスキングを剥がしていきます。これで装甲パーツ類は終了。次に肌と髪の毛です。肌と髪の毛にはサーフェイサーパステルピンクを下地にし、肌パーツにはフレームアームズガールカラー FG01 と FG03 を1対1に混ぜ肌色に塗ります。髪の毛にはエヴァオレンジ08とレザーブラウンローズディープレッドを混ぜ髪の毛を塗ります。その上にハイライトを足しトップコートを吹き陰影を塗ります。陰影をつけた髪の毛がこんな感じ。あとはお腹の時と同じようにメラミンスポンジでこすればこんな感じ。いい感じの茶髪に仕上がりました。最後に毛先。毛先にはクリムゾンレッドを使って赤くふわっと仕上げます。これでエアブラシによる塗装は大体終了。次に墨入れや部分塗装。
まずはミスターウェザリングカラーグレーズレッドを使って白の装甲パーツの墨入れをします。はみ出してしまった部分はエナメル薄め液などを使って拭き取ります。赤パーツには墨入れブラックを使って墨入れをします。こちらもはみ出てしまった部分はエナメル薄め液を使って拭き取ります。胸の一部パーツにはファレホのディープスカイブルーを使います。口元にはエナメル塗料のピンクとレッドを混ぜ口を塗ります。歯にはホワイト単体で塗り白く塗ります。フェイスデカールには付属しているフェイスデカールを使います。そしてフェイスデカールが貼り終わったら100均で買ってきた化粧品を使ってチークを描いていきます。チークが描き終わったら最後にトップコート。艶消しとクリアを1対1に混ぜトップコートを拭いていきます。これで全ての作業は終了。これが眠れない男によるエヴァンゲリオンだ。今回のブロッカーズフィオーレアキレアはいかがだったでしょうか。いい感じのエヴァのアスカ風になったのではないでしょうか。まあ合体してしまうとアスカ風の面影はあまりないですけどね。ですが赤の塗料はなかなか綺麗に塗れたと思います。そして何よりもこのユニコーンモードの迫力がとてもいい。気になった方はエクウスと一緒に買ってみてください。それでは今日の動画も面白かったよ、楽しかったよって思った方はチャンネル登録、熱い高評価、熱いコメントお待ちしております。ちなみにエクウスの装甲パーツや爪パーツはとても尖っております。エクウスのパーツはそんなことを気にせずに組み立てていた僕の皮膚を貫通してきてとても痛い思いをさせてくれました。皆さんは気をつけて組み立てましょうね。それでは次回の動画でお会いしましょう。またな。